来週どこ行く？ミュウツーイベントに向けた準備。ジャスパルと申します。今週はイベント告知ありませんでしたねという入りで動画を作っていたら、ミラクルスナップやミュウツーイベントの情報が出てきましたので、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？来週は特にキャンペーンがないんですが、9月のイベント類がもろもろ発表されましたので、今やっておきたいことを整理していきたいと思います。イベント解説はこちらの動画をご覧ください。おすすめの準備は若草のフィールドボーナス上げです。それでは参ります。ということで、まずは来週の予定をざっくり確認してから、来週以降やっておくと良さそうな準備考えていきたいと思います。ということで、まずは来週の予定。来週8月24日からの1週間は特にキャンペーンがございません。ただし、8月27日木曜日からグッドスリープデーがございます。眠気パワーのボーナス、未発見寝顔確率アップ、ピッピ族のピックアップ、スリープポイントのボーナス、睡眠 EXP のボーナスがありますので、未発見寝顔を探しに行くもよし、睡眠で育成したいポケモンが活躍しやすいフィールドを選ぶもよし、ほんのり意識しておきましょう。木金土はグッドスリープデーです。それ以外には特にイベントなさそうですね。何かしらアップデートとか入ってきたりしますかね。とにかくミュウツーイベントに向けて準備を進めておきましょう。ってことで、木金土でグッドスリープデーがあるくらいの来週の予定でした。さあ、それではここからは来週以降どんなことに備えておくと良さそうか考えていきたいと思います。パルが思いついたのは全部で6項目。若草のフィールドボーナス上げ、雨ブースト用雨集め、ポケモンの厳選、レシピレベル上げ、 EX チケットの回収、お香を取っておく。こんな感じでしょうか。順番にお話ししていきます。ってことで、まずは簡単かつ重要度高めな若草本島ないしは若草 EX のフィールドボーナス上げですかね。9月に行われるミュウツーイベントではフィールドが若草系限定であると告知されておりますので、イベントでしっかりとエナジーを稼げるように今のうちに若草のフィールドボーナスを上げておくというのが効果の高い準備になりそうです。イベント告知を読む限り、これまでの伝説イベントのようなリサーチでミュウツーの遺伝子を集めてアイテムと交換していく感じに思えたので、エナジーを高めてイベント中の寝顔の質を高められた方が良さそうです。さらに10月末のハロウィンダブルアメリサーチ、12月末のホリデーダブル夢のかけらリサーチでも例年若草限定開催であり、飴もかけらもエナジーが稼げる方がより多く集められるので、若草のフィールドボーナスを高くしておくといろんなイベントで恩恵がありそうです。ただし、もちろん若草はピンポイントな厳選には向かないので、そこは要検討ですね。エスパータイプのポケモンがピックアップされるミラクルスナップでは若草以外のフィールドに行きたくなるかもしれないので、特に大きなイベントがないタイミングで若草のフィールドボーナス上げ意識しておくのが良さそうです。ってことで、ミュウツーイベントまでおそらくあと3週間分どこで行こうかご検討ください。若草のフィールドボーナス上げでした。お次、雨ブースト用雨集め。8月31日から開催されるミラクルスナップミッションミニではミニ雨ブーストがあると確定しましたので、350個分の使い道を今のうちからふんわり考えておきましょう。で、特にクレセリアやミュウなど飴を集めづらいポケモンを育成したい場合は、お昼寝島を活用したり万能飴を回したりすることで多少飴を補給できるかと思うので、そういったものも利用しつつ計画を立てていきましょう。ミラクルスナップでは新ポケモンの登場はなさそうなので、基本的には手持ちのポケモンを育てることになりそうですかね。それ以外にも特定のポケモンの育成のために飴を集めに行くのも来週のフィールド選びに影響がありそうです。できたら次の新規フィールドで活躍できるポケモンを育成したいですが、今一番予想が難しいですし、シアン EX 用のポケモン育成とかも今やっておきたいですよね。その他食材のポケモンについては次の料理環境予想の動画また作りましょうかね。そんな感じで雨ブーストも見据えて雨集めも意識してみてください。来週はグッドスリープデーの睡眠 EXP ボーナスがあるので、お昼寝島に預けなくても EXP は稼げそうってことで、そこもちょっとだけご注意ください。そんな雨ブースト用雨集めでした。お次、ポケモンの厳選。雨ブーストで育成するポケモンを最後まで探しに行くぞとか、エスパータイプとドードーを探しにラピスに行くぞとか、そういうやつですね。つまるところ普通のフィールド選びです。個人的にはポケモンの厳選は狙って終わるものじゃないと思っているので、
確実な準備としての若草フィールドボーナス上げや手持ちポケモンの飴集めを最初に挙げたんですが、とはいえ最終的にはポケモンたちがいないと場だけ整えても意味ないですもんね。ミュウツー以降もエスパー環境になるかは未知数ですので、特に新フィールドとかがわからない今、進めておきたかった厳選もコツコツやっていきましょう。そんな当たり前のことしか言わなかったポケモンの厳選でした。お次、レシピレベル上げ。これは狙ってやるのはちょっと大変なんですが、暇めなタイミングでは意識できたらベターですね。特にミュウツーイベントでのチームメンバーがなんとなく決まっている場合、例えば私だったらエスパータイプがそれなりにいるので、その子たち中心で編成することになると思うんですけど、彼らの食材で何が作れそうかという観点でもレシピレベル上げしてみるのも良さそうです。おそらくミュウツー本番ではエスパータイプの食材プラス1個も来るんじゃないかなと予想しています。クレセリアの生姜、バリアードのポテト、サーナイトのリンゴ、ムシャーナのミルク何が作れるのこれカレーのグラタンとカレーうどんとかですかね。まあそういった関連料理のレベル上げもちょっと意識してみたいと思います。そんなレシピレベル上げでした。そのレシピレベル上げにちょっと関係がありそうなのがお次、 EX チケットの回収。ミュウツーイベント本番で料理ガチャや木の実ガチャをしたい場合、 EX チケット温存も視野に入ってくるかと思います。とはいえまあ2週連続イベントでしょうし、若草 EX のフィールドボーナス上げもシアン EX のフィールドボーナス上げもしたいタイミングでしょうし、木の実はエスパーメイン固定だろうし、そこまで重要ではなさそうなんですが、月末も近づいているってことで来月どう立ち回りたいかもご検討ください。そんな EX チケットの回収でした。最後、お香を取っておくってことで、これは主にポケモンのお香ですね。ミュウツーイベントでポケモンのお香を使うと、おそらくミュウツーの遺伝子がくっついてきてくれるので、ちょっと取っておいてミュウツーイベントで使ってみては的な超細かい話ですね。おそらくパルはイベントでミュウツーのお香を全て交換して1個はホリデーに残してそれ以外全部使うというような立ち回りをする気がするんですが、その場合これまでの伝説イベント同様だと10個のミュウツーのお香を使うことになると思うので、残り4日分で使えるお香があるとふんわり多めに遺伝子集められるかもってことで、ちょっこりだけ意識してみてください。ミュウツーお香を全交換しない場合は、よりポケモンのお香を使える場合とそうでない場合でそれなりに遺伝子の数に差が出るものと思うので、細かい話なんですが若草で使えるお香は取っておいても良さそうです。ハロウィンやホリデーで使いたい分はそれはそれで取っておきましょう。そんなお香を取っておくでした。こんな感じでしょうか。てなわけで若草のフィールドボーナスを上げつつ、雨ブーストに備えつつ、レシピレベル上げとかお香とか細かいところもふんわり準備して、もう間もなく来るミュウツーイベントをより楽しんでいきましょう。ぜひ皆さんのやりたい準備や思いついた準備もあればコメントで教えてください。そんなミュウツーイベントに向けた準備でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして、とてもダイレクトな支援になります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。コメントもめっちゃ嬉しいです。それではミュウツーイベントまではおよそ3週間の猶予がありそうなので、皆さんの狙いのポケモンがスポッとゲットできることを願ってます。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。